こんにちは、今日は豆腐のカプレーゼと、豆腐のキッシュと豆腐のがんもどきをご紹介したいと思います。まずはじめに、豆腐の水切りが必要なので、豆腐のがんもどきと豆腐のキッシュは豆腐の水切りをして卵を混ぜるっていうのはベースは一緒なので、そこから始めたいと思います。お豆腐なんですけど、今日はこちらのお豆腐を買ってきました。硬さは日本の絹ごしと木綿の真ん中ぐらいです。よく白いタブに入って売ってるのと同じぐらいの硬さの豆腐です。こちらをまず水切りしていきます。こんな感じですね。ちょっと日本の絹ごしよりは硬めかなと思いますが、そこまで硬くもない感じ。手で持てる感じ。はい、そうですね。絹ごしだと結構ちょっと持てないので、それよりちょっとは硬めですけど、木綿よりは柔らかいと思います。こちらを一つでだいたい130から150グラムあります。で、こちら一つで、豆腐のキッシュ、それから2つをがんもで使いますので、3つ水切りを最初に軽くしたいと思います。このようにペーパータオルに包んで、皆さんそれぞれの水切りの仕方でいいと思うんですけど、でこのような重たいお鍋とかまな板とか置いて水切りを軽く最初にしてください。豆腐の水切りをしている間に豆腐のキッシュと豆腐のがんもの野菜を切っていきたいと思います。キッシュの中身は何でも、本当にお家にあるもの何でも合うと思います。お好きなものでいいんですが、今日は玉ねぎと、マッシュルームじゃなくてもしめじとかえのきですとかお好きなきのこ類で合うと思います。それから彩りのために赤ピーマンをちょっと入れたいと思います。そしてほうれん草なんですけど、これはあらかじめ茹でて、たくさんこれぐらいの茹でて切ってもうちょっと冷凍してあるのを持ってきたんですが、こういう束のを買って茹でられる場合はお湯でだいたいあんまりすぐ柔らかくなっちゃうので30秒ぐらい沸騰して30秒ぐらい茹でてお水に取って刻んで、これは冷凍したものになります。それでは玉ねぎから切っていきたいと思います。まず皮むいて両端落として、今日は半分使いますので半分にして、半分をあまり太くない方がいいと思うんですけど、そんなに細くもなくていいと思います。薄切りですね。薄切りしていきます。じゃあ次に赤ピーマンを切りたいと思います。ちょっと粗くして、これも今日は半分だけ使います。近いかな。で種を取って、パプリカもし嫌いでしたら全然入れなくてもいいかと思うんですけど、この赤がとても綺麗なので入れると彩りが良くなると思います。またはミニトマトとかも切って、真ん中で切ってこうちょっと上にして入れると彩りにいいかなと思います。今日はブラウンマッシュルームを入れたいと思います。これもヘタを取って薄く切ってください。縮むので全然こういった形でもいいですし、もしくはただこれだけでも4つ割りぐらいでも全然いいかなと思います。で次はほうれん草はこちらです。これぐらいですね。何センチだろう。3センチぐらいですかね。これぐらいに茹でて切ってあります。次に、豆腐のがんもどきの方の、中に入れる具材を切っていきます。人参ときくらげ
キクラゲと干し椎茸、こちらのを一つと、もう一つは人参と、エビですね。冷凍のエビを今ボイルされたやつ、もう火が通ってるやつなんですけど、冷凍の火が通ってるやつを今解凍してあります。100g ですね。こちらとからグリーンピース、これも冷凍のグリーンピースです。あまり大きくない方がいいので、みじん切りほどでもなくていいかなと思いますが、今半分に切ったのを2つに切りました。でこれを端からちょっとこう薄めに切っていきます。次にキクラゲ、これ水で戻したキクラゲです。キクラゲはそんなに時間かからないので、もう作ろうと思った時に水で戻しても戻るぐらいです。とりあえずこれぐらいにしていきます。で次は干し椎茸ですね。干し椎茸の方も大きさは一緒ぐらいに切りたいです。まず縦に切って、よいしょ、縦に切って同じぐらいの大きさですね。これぐらいに切っていきます。でこれが一つの具材になります。でもう一つの方は同じく人参とエビとこのグリーンピースです。またどの具材もなんかどっちでも入れられそうですね。そう思います。ね、組み合わせちょっと変えて、こっち1個ずつ変えてとかでもいいと思うんですけど、とこれのグリーンピースと、では次にエビを切っていきます。同じくらいのサイズですかね。同じくらい、はい、そうですね。グリーンピースとかとね。はい。あとこのエビなんですけど、冷凍から解凍してペーパータオルでよく水気切るのだけ忘れないようにしてください。とグリーンピースになります。はい。がんもどきの生地を作っていきます。最初に水切りしたお豆腐なんですけど、こんな感じで小さく、もうこれぐらい、ちょっとペーパータオル取ってみます。何分ぐらいですかね。20分とか30分ちょっとぐらいですかね。こんな感じでね、乗っけておきましたけど、かなりこんな感じです。半分以下ですかね。これが最初です。3分の1ぐらいに潰れて、お水がよく出てますので、これぐらいまでしていただけるといいと思います。で、先ほど具材の方を切ったんですけど、これ今日2種類切ったんですが、今日のご紹介する豆腐の生地には多分これ1つぐらいでちょうどいいかなと思うんですけど、2種類今日は半分に分けて、作っていきたいと思います。で豆腐の生地の方ですが、まずこの豆腐を2つ入れて泡立て器でよく潰します。だんだんこんな感じで潰れています。ここにこれぐらいですね、卵ちょっと間に入りますね。でここに卵1個入れます。でこれでまた豆腐とよく混ぜて、でここに調味料を入れていきます。味をちょっとつけていきたいと思います。まず最初に、こちらがお酒です。お酒が大さじ1になります。お酒はどんなお酒でもいいんですけど、リカーショップとか行くとこういったのが10ドルぐらいで売ってるかと思うんですけど、こういったのですとか、あとはちょっと自分の飲むお酒ちょっと大さじ1とかでもいいですし、あとはもうなければないで全然入れなくてもいいんですけど、ちょっとあったら入れていただくと、後からお醤油も入れるんですけど、まろやかな感じになりますので、入れてそういった感じで入れてください。小さじ1。次が醤油が小さじ1になります。醤油が小さじ1です。これは普通の
濃い口の醤油です。で次がお塩を少し入れます。これ1つまみぐらいですね。1つまみぐらいのお塩と、あとは片栗粉入れます。片栗粉大さじ 1.5 です。片栗粉を入れるとちょっと豆腐と卵と何て言うんでしょう、まとまる感じになりますね。粉類を入れると、これは分かった、スプーンで混ぜた方がいいかもしれないですね。これそうですね。スプーンの方がきっとスプーンですね。スプーンで混ぜてください。もう泡立て器は最初の豆腐潰すだけで、スプーンですね。スプーンがすごく楽でした。でこれをよく混ざったら、ここもしお家にだしの素と市販のだしの素とかあったら入れても、ちょっと美味しいです。あとごまですとか、よいしょ。生地がちょっと混ざったかな。こんな感じに混ざりました。でこれを半分、もしなんて言うんでしょう、これの生地にこの生地がちょうどいいぐらいになりますので、今日は半分ずつ使って、もう本当にエビ嫌いだったらエビ省いちゃってもいいですし、キクラゲ嫌だったらキクラゲ省いちゃうとか、全然好きなようにしていただいて、で半分いいと思います。半分にして今日は2種類、こちらにエビの生地をこれも半分ずつ入れて、エビは結構多めが美味しいです。とグリーンピースも入れますね。半分入れて、でこちらの生地にはキクラゲとしいたけと人参です。でこれをよく混ぜてください。これをよく混ぜます。こっちもエビの方も混ぜて、こんな感じに混ざってます。でこれを4つぐらいですかね、5つぐらいですかね、こっちもこんな感じに混ざってるので5つぐらいにして丸めて、揚げ焼きしていきたいと思います。次に具材を丸めていくんですけど、スプーンでだいたい1杯ぐらいですかね、こうやって取って手で全然手にはくっつかないので、もうそのままこうやって、水分が多いからですかね。そうですね。なんて言うんでしょう。そんなくっついて、こういった感じでくっついてこないので、何もつけなくてもいいですし、あとは形も本当に今日は揚げ焼きなので、油は本当1センチも引かないんで、ちょっと多めに引くぐらいなので、こうちょっと平たくしてますけど、天ぷら揚げる感じで揚げてもいいんですが、そういった場合はもうちょっと丸くするとふわっといきますので、こういう形でもいいかなと思いますが、揚げ焼きの場合はちょっと平たいめの方がふわっと感は減りますけど、これぐらいの方がいいのかなと思います。でこっちがキクラゲが入った具材で、こちらがエビとグリーンピースですね。こちらも一緒です。そのまま手にくっついてこないので、こちらも形も一緒ですね。今日は8から10個できますということで、はい、次に焼いていきたいと思います。次にがんもどきを、先ほど丸めたがんもどきを焼いていきます。フライパンに油を入れるんですけど、揚げ焼きにしていこうと思います。
でこれぐらいですかね。1センチもないな。ちょっとなんて言うんでしょう、下にまんべんなく出るじゃない、カバーされるぐらいっていうんですかね。これぐらい入れてます今。油の種類はサラダ油というか、まあ植物油。そうですね。オリーブオイルだとちょっと匂いがやっぱりあるので、それが嫌だって方もいらっしゃるので、はい、それがいいと思う。植物ベジタブルオイルとか、キャノーラオイルとか、そういったのがいいと思います。火はあまり強くない方が、中火ぐらいで最初熱していきます。でじゃあそろそろ温まったと思うので、ちょっとジューっていうぐらいですね。これで入れていきます。ちょっと油多かったかもしれないですね。もうちょっと少なくても大丈夫です。もうちょっと少なくても十分。ひっくり返すので、今ガンモンの高さの半分ぐらい、そうですね。それよりも少なくていいって。はい、大丈夫です。でこれで中火のままでちょっと待ちます。もう少し焼いていきたいと思います。なんかお豆腐が入るからやっぱり水分があるから跳ねるのかなと思ったけど、まあでもお水切ってそうですね。慣れてるね。はい。あまり跳ねなく静かに。もうちょっとかな。椎茸の匂いとかしてきましたね。これひっくり返すんですけど、もうちょっと焼きたいですね。もうちょっと焦げ目がつくぐらいので、この辺どうかな。ちょうどいいかもしれない。これぐらいこんがりとしたいですね。はい、これぐらいでひっくり返して、もう中は豆腐なので火が通ってるので、あまりなんて言うんでしょう、お肉ハンバーグみたいに神経質にちょっと跳ねる。これ多分キクラゲです。キクラゲは電子レンジにかけても跳ねるので気をつけてください。出てるところが跳ねてます。エビの方がいい色ですね。はい。そろそろ焼けてきたので様子見てみたいと思います。こんな感じです。反対側見せてもらっていいですか？ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。もう箸でも持てるぐらいこんな感じです。カリッと。反対側も同じような色になるので、揚げ焼き。でこれで火を止めて、ペーパータオルの上に油熱くなってるので気をつけてください。ちょっと跳ねますね、やっぱり。水分が。これはキクラゲの結構キクラゲが外に主張して出てますね。黒いのがすごく綺麗に。チーズをのせるやつバージョンを作るんですが、このまま油が多いのでこの上にチーズをのせてしまうとチーズが溶けてすごく跳ねるので、またこれは別にフライパンとかに入れて焼いてその上にチーズをのせた方がいいと思います。この油で本当チーズ溶かすだけなのでそんなに焼かなくてもいいんですけど、ちょっとフライパンが温まらないとチーズが溶けないのでいっちゃいます。
ちょっとこんなチーズでもいいですし、スライスチーズ、それを小さく切ったのでもいいと思います。その方が楽かもしれないです。ひょっとしたらお好みのチーズでやってみると。よいしょ。これであとはもう蓋をして余熱で溶かします。で火消します。でこれで余熱で溶けるので、これで溶けたぐらいで完成です。次にキッシュの野菜を炒めていきたいと思います。でその前に、キッシュはオーブンで焼くので、オーブンで200 C だと200度ですねか 400F で、予熱を始めてください。今ぐらいがいいと思います。予熱を始めて、それから炒めていきたいと思います。先ほど切りました野菜と、あとはバターで炒めたいと思います。ちょっとバター入れると風味がいいの。これはだいたい大さじ1ぐらいですね。これでももうちょっと少なくてもいいですし、バターなければ全然普通のお家にある油でいいと思います。バター入れるとちょっと風味が良くなるのと、今日は有塩バターですので塩気も加わるので美味しく、より美味しくなるかと思います。ちょっと溶かして、で初めにですね、玉ねぎを入れます。玉ねぎ大丈夫だと思います。まず玉ねぎと赤ピーマン、赤パプリカ先に入れて少し炒めます少し炒めて、玉ねぎしんなりしたぐらいでこのマッシュルームとほうれん草、でもちょっとこれほうれん草凍ってるのでもうちょっと早めに入れますが、茹でたてとかでしたら最後にさっと一緒に合わせるぐらいでいいかなと思います。ちょっとこれ時間かかる。ちょっとしんなりするまで炒めます。で味付けは、今バター入れたバターの塩気と、後で塩コショウをちょっと強めにして、あとはキッシュ上にチーズをのせて焼くんですね。でチーズの塩気も結構あるので、あまりつけてしまうと塩辛い味になってしまうかなと思うので、その辺お使いになるチーズとかの何でしょうの塩気を考えて味をつけた方がいいかなと思います。もうちょっとしんなりしてほしいですね。でもまたこれも歯ごたえがあるぐらいの玉ねぎが好きっていう方はもう全然こんなぐらいでいいと思うし、ね、もっと本当に何でしょう、カラメライトみたいな。そうですねそういうのが好きな方もいらっしゃると、でもそれも美味しいと思います。逆にすごく炒めて甘み出してっていう感じも、本当だ、それはやったことないんですけど美味しいと気があればはい思います。で次にマッシュルームね、ちょっと多かったかもしれないです。でもちっちゃくなりますよね。縮むので、あとこちらほうれん草ね、ほうれん草も入れます。もうちょっと解凍してくださいね。もし冷凍のお使いになる場合はもうちょっと早めに出しといた方が正解です。ひょっとしたらサラダほうれん草、生で食べられるサラダほうれん草だったらここで投入してもいいかもしれないです。ちょっとしなっとさせればいいので、わざわざ茹でなくてもいい気がします。豆腐キッシュの、生地を作っていきます。キッシュの豆腐もちょっと重しをして、これはねあれなんです、豆腐の水切り器みたいのでやってみたんですけど、ちょっと出してみますね。こっちの方が若干半分ぐらいですかね。最初のお豆腐がこれぐらいの半分ぐらいに
水切りされてます。とこちらの方はこれぐらいで大丈夫です。あまりなんて言うんでしょう、きちきちに水切りしなくても大丈夫なので、これをがんもどきの時と同じように泡立て器でちょっと潰していきます。でここにまた卵を入れていくんですが、これぐらいで止めて、で最初にもし硬いお豆腐しか手に入らない人は、はい、牛乳を混ぜるといいっておっしゃってたかと思うんですけども、その場合牛乳ってどれぐらいですね、大さじ1から2ですね。硬さを見ながら、はい、そうするとちょっとなんでしょう、ボソボソしたのがもうちょっと柔らかく、クリームまでいかないんですけどなるので、そうすると硬いのでも大丈夫です。でこれで卵が2個なので、ここは泡立て器の方が白身が残らなくてよく混ざっていいと思います。液体が多いので、でここにお味噌、白味噌なんですけど、大さじ半分です。半分です。こちらをちょっと入れて、ちょっとやっぱ泡立て器がいいですね。これで混ぜた方がね。はい、よく混ぜます。で他にキッシュというと生クリームとか牛乳とかも入れたりするんですけど、その部分を豆腐で豆腐を潰してる感じなので、あっさりとした食べた時にあっさりとしたキッシュに仕上がります。卵と豆腐で生地が完成です。でこちらに先ほど炒めた野菜もう十分冷めたので、こちらを入れます。今度はスプーンでよく混ぜて、これぐらいが割合的にいいかなと思います。はい、でこれで混ぜ上がりです。でこちらの生地ができましたら、クラストの方に入れていくんですけど、今日はこういったのスーパーのデザート冷凍セクションのデザートのところにこういう風にちょっと中開けてみますけど、もうすでにアルミの入れ物に引かれたのがあるんですね。でこれこういったクラストがあまり好みでない、ちょっとなんて言うんでしょう、焼くと油っぽいじゃないんですけどちょっと重くなる感じがするので、そういったのこれいらないわって方はこれなんだろう、パイ皿ですね。このパイ皿に直接なんて言うんでしょう、こういうクラスト引かないでやるのも全然ありなんですが、くっついちゃうので卵液がオーブンペーパー引いて、この上にオーブンペーパー引いて、そしてこれ生地を流して焼けばクラストなしでも作ることできます。で、もしくはお家にこういったお餅の四角いなんて言うんでしょう、耐熱皿ですね。皿ですね。耐熱皿があるしかないって方も、こういうなんて言うんでしょう、パイシートのシートになったのが売ってるので、それをご自分で合わせて引いて、そこに流して焼いていただいてもいいかと思うんですが、この大きさになるとこれの2倍ぐらいは作らないと本当にこんな1センチぐらいのしかにならないので、今はこの大きさに合わせてますので、これがちょうど入るぐらいの量になってます。でもこっちだったら多分あんまり変わらないかなと思うんですよね。大きさがね、中に入る容量が変わらないかなと思うので、これぐらいの普通のパイ皿、こちらに入れていきます。このまま混ぜたのをザザザッと入れるだけです。
であとは伸ばして、でこの上にチーズをのせるんですけど、これはピザ用のなんていうんですか、シュレッドしたチーズになるんですが、もし粉チーズとかこういうこのチーズで作った方がちょっと重めになります。で粉チーズで作るとちょっと軽めになるんですけど、なんていうんでしょう、ちょっと塩分が強いのと、あとはこの粉チーズの肌触り違う、肌触りじゃないな、食感っていうんですか、食べた感じが嫌いでしたらこっちでもいいんですけど、今日はこのピザ用のチーズをかけて、上にザザッとたくさんかけて、たっぷりでもよいしょで、全部いけそうですね。いっちゃいましょうか。はい、でチーズを飾ってこんな感じになります。でこれで、キッシュの焼く前の生地ができたので、オーブンで、200度ですね、200度もしくは 400F でしたっけで、30分、約30分焼いていきたいと思います。ではキッシュが焼き上がりましたので、オーブンから出します。先ほど200度のオーブンで30分焼きました。で最初25分焼いて、回してひっくり返しましたね。ひっくり返しました、ね、奥の方がちょっと焦げ目がつきやすかったので、ひっくり返してます。でお手持ちのオーブンによっていろいろ癖があると思うので、その辺はひっくり返さなくてもまんべんなく焼けるようであればそのままでいいと思います。焼き加減を見ながらっていう感じで、はいよいしょ。綺麗に焼け、焦げ目もついて美味しそうに焼けてます。これ焼けてないとこういう風に持った時にグニョンってなっちゃうんですね。こういう風な感じで真ん中のところがまだ柔らかいとなってしまうんですけど、これならないので焼けてます。一回私それで失敗しまして、グニョンってなってスルンと落ちて大変なことになりましたので、しっかり焼いてください。でこちらですね、焦げ目もちょっとチーズに焦げ目もついてすごく美味しそうに焼けています。周りのクラストもこれぐらい焼けてれば、いいかな。ちょっとうっすらと茶色く焦げ目がついてます。でちょっとここに今日色味にパセリを振ってちょっとちぎってます。ちぎってねしてもなんかあれですね、私赤ピーマン入ってた方が彩りがいいとか言いましたけど、チーズかけちゃったら関係なかったかもしれないです、彩りを気にしたい方はチーズの上にも乗っけていただくといいかもしれないですね。はい、でもまた多分切ると断面で分かるからまあ大丈夫かなと思います。はい、すぐ切らない方がいいですね。粗熱取れたぐらいで切った方が生地と落ち着くので切りやすいのでもう少し冷ましてから切りたいと思います。はい、豆腐のカプレーゼを作ります。カプレーゼって言いますと多分普通はモッツァレラチーズで作るんですけど、その部分を、はいそうです、その部分を豆腐で代用して同じように作ってみたいと思います。で最初にそのままお豆腐を使うんじゃなくて塩豆腐っていうのを作るんですが、今日はこちらですね。結構カナディアンのスーパーでもこれは見かけるようになったんで手に入りやすいかと思うんですけど、これはソフト日本の絹ごし、私絹ごしよりもうちょっと柔らかいんじゃないかなって思うんですけど、ソフト豆腐です。でこっちは先ほどがんもどきとキッシュに使いました同じ絹ごしよりもうちょっと固めでも木綿より柔らかめの豆腐になります。で今日2つこっちをもう事前に塩豆腐作ってきましたので、塩豆腐の作り方をご紹介して、その後にどんな風になりましたよっていうのをご紹介したいと思います。で塩豆腐はすごく簡単なんです。もうペーパータオルに
まず豆腐を置いて、お塩ですね、お塩。こちら粒子の細かい塩がいいと思います。ちょっとこういうなんて言うんでしょう、もう粒子が粗いのだったらもうちょっとガリガリして粒子を細かくグラインドした方がいいと思います。で、何のために塩を振るのかというと、豆腐から余分な水分を抜くためなんですけど、これを本当一つまみぐらいですね、一つまみぐらいここまぶして、で後ろにも一つまみぐらいですね。これちょっと割れてますね。まあ大丈夫です。でこれでペーパータオルに包んで、それでもう冷蔵庫に一晩置くだけです。でその一晩置いたのが、これちょっと一晩じゃないんですけど、何時間ぐらいかな、5時間6時間ぐらいなんですけど、こちらにあるんですが、こんな感じで、特に小さくはならないんですけど、でこちらがこの絹ごし豆腐に塩をまぶして一晩、これは一晩冷蔵庫でちょっとなんて言うんでしょう、縮んでますね。この大きさだったので、ちょっと重しは何もしてないですよね。してないです。してなくて包んで入れただけ。包んで入れただけです。でお塩も塗り込める感じですね、かけるだけじゃなくてちょっとこう、そうですね、伸ばす感じで今したんですけど、はい、そんななんて言うんでしょう、まんべんなくとかあんまり気にしなくても大丈夫かなと思います。で、あともし塩麹とかお持ちでしたら、塩麹もどれぐらいかな、これぐらいだったら小さじ1とかしちゃうと多いので、小さじ1ぐらいですね。小さじ1ぐらい同じようにこう上と下、横もできればして、でペーパータオルに包んですると、もうちょっとなんて言うんでしょう、塩だけよりはまろやかにこう塩味もちょっと入るのでな味になると思います。だから入れすぎると塩辛くなってしまう、そうですね、塩辛くなっちゃうので、あんまり入れなくてちょっと薄いぐらいの方が美味しいかなって思います。でこれをモッツァレラのようにこんな感じで薄くですね、薄く切ってもらって、何ミリぐらい、 0.5 ミリぐらいですかね。薄い方がいいというのはやっぱりチーズっぽくはい、こんな感じです。ちょっと柔らかいです、かなり。絹ごしソフトの豆腐で作るとこんな感じで、これぐらいかな、4つぐらいとりあえずこちらは切っておいて、で今度こっちですね、こっちのもうちょっと固めの豆腐ですね。これはちょっとしっかりしてるので、こちらの方がひょっとしたらモッツァレラチーズに近い食感になるのかなって思います。これもちょっと4つ切ってカプレーゼにしていきたいと思います。取れなくなっちゃったあれ、それだけ柔らかいってことですね。そうですね、柔らかくて、なんて言うんでしょう、なんだろう、お餅のようっていうか、なんか不思議な感じに。でこれであとトマトですね、トマト、こちらも同じぐらいの薄さに切って、ちょっと熱いかもしれないです。ちょっと薄い方がいいかな。でこのヘタのとこはちょっと取ります。ちょっと熱いかな。好みの問題ってことですね。はい。これトマトはよく切れる包丁じゃないと皮が入らないので、よく切れる包丁で切ってください。では並べていきますね。ちょっとここヘタがありました。ヘタは切ってください。ヘタの部分のところですね。でこれでちょっとなんかあまり盛り付けのセンスが
ないのでうまく綺麗に見えるかどうか不安ですが、とりあえずトマト足りないかな、大丈夫ですかね。こんな感じで、まあはい。でこっちがソフトな豆腐の方ですね。ソフト豆腐で、ちょっと細長いのでトマト半分に切ってもいいかもしれないですね。ちょっと半分に切ろうかなと。その方がサイズ感的に、あとミニトマトとかでもいいと思います。ミニトマトをちょっと半分か4分の1スライスして飾っても綺麗かなと思います。いいですね、こんな感じで。でちょっとバジルの葉っぱを飾ると綺麗かな。先にかけますか？そうですね、かけた方がいい。オリーブオイルとバルサミコ酢ですね。こちらをちょろっと綺麗にかけて、でこっちをかけて、でバルサミコ酢ですね。バルサミコ酢をちょっと2回しぐらい。これは本当お好みで、バルサミコ嫌いでしたらなくてもいいかなと思いますけど、はい。ワインビネガーでもいいのかな。ワインビネガーとかそういう他の酢でも。でちょっとバジルとか飾るとこんな感じでいいかなと思います。もしくはバジルもっとたくさんありましたら一緒に間に挟むのも、こういった感じで挟んでいくのもいいかなと思います。こっちも綺麗ですね。お好きなように飾ってもらって、でこれで完成です。キッシュとがんもどきと、これはカプレーゼですね。カプレーゼこんな感じで盛り付けてみました。チーズが綺麗にそうですね。こちらチーズをのせて、でケチャップを真ん中に可愛く丸くのせてみました。はい、それでは全部出来上がりましたので試食をしたいと思います。先生の方からいただきます。すごいチーズみたい。食べ比べをしてみると食感が多分違うんじゃないかと思うんですけど、私は絹ごしの方が好みですけど、滑らかだからね。そうですね、食感が違いますね、全然。本当だ。でもどっちもいけます。でもどっちかっていうか両方食べてると、絹ごしの方がクリーミーで、食感がいいですね。ちょっと一緒にトマトとバルサミコもすごく合うので、豆腐にぜひかけてほしいです。そうですね、クリーミーで美味しいですね。はい、じゃあ次はキッシュを食べてみます。いただきます。ちょっとチーズが主張して切れない。美味しいです。チーズお好みですよね。チーズ本当ですね。チーズがちょっと切れなかった。多分下の生地があっさりしてるので、これぐらいチーズを振ってもいいのかなと思います。パイ生地のね、状況によっては結構薄くて、切るときに難しい崩れてしまうっていうのもあるかもしれないですけど、でも美味しいですね。パイ生地がついてるとね。そうですね、アクセントに、食感が加わってサクッと、味もあれですね、有塩バターと塩コショウで結構、なんて言うんでしょう、味ついてるので、これぐらいで私はいいかなと思うんですけど、本当お好みで
きっとケチャップをかけたい人もいるんですかね、わかんないんですけど、キッシュはどうなんですかね。とガンモのこっちはエビ入りの方ですね。こっちをいただきます。あ、よいしょ。エビが入ってる方はグリーンピースが入ってるんですね。はい。美味しい。なんだろう、ちょっと揚げ焼きでこの平たく成形してるので、ガンモ風豆腐のガンモ風という感じで、味もなんて言うんでしょう、私はこのままで十分ほんのり味がついてるのでいいんですけど、ちょっと醤油かけて生姜とか、あとは鰹節とかで食べてもいいかなと思いますし、ちょっと薄いだし汁に明石焼き風に食べてもいいかなと思います。チーズの方もちょっといただいてみます。なんか和洋折衷って感じなんですが、ちょっとうまくしっかり上がってるからうまく切れない外側が切れにくい。ちょっといただいてみます。もうちょっとチーズ振ってもよかったかな。チーズの味があんまりしない感じで、でも食べやすく、ちょっと苦手な豆腐とか苦手な方とかにもいいのかなって思います。できたのを冷凍するのは大丈夫です。はい、ガンモですね。でキッシュも冷凍で売ってたりするので、これやったことはないんですが、できると。でも焼いてから、そうですね、豆腐がスカスカになっちゃうんですよね。そうなんですよね。豆腐なので、本来の何でしたっけ、卵とクリームとかで作るのだったら多分焼く前でもいいんですけど、豆腐を使ってるので焼いてから冷凍はしても大丈夫だと思います。ガンモなんかもお弁当にもね、これ良さそうですよね。形もしっかりしてるしね。もうちょっと小さく作ってお弁当にもできますし、あとはちょっと煮てもいいのかなって思うんですけど、本当のガンモを煮たりするので、そういう食べ方もあるのかなっていうのも、思います。いろいろ工夫してみていただけたらいいと思いますね。はい。